マイクラ初心者さん必見。初心者さんが1日目で畑自動回収装置を作って、パンや人参、じゃがいもを自動回収する方法を丁寧にご紹介。いつでも見返せるようにグッドで保存。それでは作っていく。まずは作りたい場所を選びまして、作る注意点説明欄に載せてますが、ほとんどございません。まず作る方向なんですが、広い方に伸ばしていくイメージなんで、今回は目の前に伸ばしていきます。真ん中壊してお水オンライン。このお水の上に、これ統合版ですよ、葉っぱ置くと、はい、葉っぱの中に水溜まってくれます。ここできたら両サイドに3マス印、畑ですね、クワを使って耕して十字キーみたいにします。よいしょよいしょよいしょ。今こんな感じ。そしたらこれが大きな四角になるように、もう中ね全部耕してしまいます。いやこれ本当にパン無限になります。パンなんてキュウクさん私ステーキむしゃぶりついちゃってますって方も、アイアンゴーレムトラップとかで村人増殖にむっちゃ使うんですよね。マジで作るのがおすすめ。ここまでできたら石ブロックなどで横をねこうやって仕切りを作って、はい、今回効率むちゃくちゃ重視。右サイドにも作ります。なのでやり方としては、左から123マス耕して4マス目を壊してお水を設置でね、葉っぱを置いて12の3、右に丸で同じものを作っていきます。不安な方はね、十字キーをこう逆算して作るのがいいかと思います。以前に私もショート動画でご説明したんですけど、今回ダブルバージョンでより効率いいんで、ぜひ最後までご覧ください。真ん中の石をまたいで両サイドに畑ができました。ここまでできたら土ブロックを横ね置きまして、よいしょよいしょ、畑の真横に置いてみます。で奥に1段高くした 7×7 の畑を作ります。なんで今横に7マス置きました。なんでこちら側にも12347マス置いてあげて、これをね端と端をつないであげてください。よいしょ。今上から見るとこんな感じになってるはずです。で中埋めてあげて、いやこれマジで最強よ。はい、ちょっと見づらいですが1段ね 7×7 の四角ができました。おそらく予想つくと思います。ど真ん中を壊してお水、そして葉っぱを設置して壊れないようにして十字キー作って、十字キー作るっつってもね1段ね出っ張ってるんで、もうこの今置いた四角の上全部耕すっていうイメージで OK。 マジで簡単に作れるし、もうほんと村人増殖でどんだけ使うねんっていうねこと起きますから、ぜひおすすめ。ここまでできましたらもう仮ブロックも壊さなくていいですね。置いて、はい、反対側からズドーンと伸ばしてしまいます。位置関係としては今追加したね面の横に石がぎっしり詰まってる形。続いて何をすると思いますか？そうでございます。正解でございます。右にもやりましょう。簡単じゃない？なんで簡単にやる方法としては、このように畑の奥に置いてあげて、今置いてある石の横まで伸ばしてあげます。はい、石の横まで伸ばしました。そうしたらこの 7×7 の四角にしてあげる。簡単じゃない？でここで私昔でしたら、じゃあそれでは5層作りましょうみたいな感じで早送りしてましたが、ご安心ください。一緒にゆっくりやっていきましょう。真ん中壊してお水を設置。やべ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 、こうなってしまったとしてもね、空バケツですくってあげてください。でよいしょと、はい、ミスをむしろ生かしていくスタイル、すべて耕していきます。今こんな感じ。それでは3層目作る前に、こちらの空洞をね一応湧き潰ししておきましょう。で3層目に着工するんですが、仮ブロックを1個置いて、またしてもこのように 7×7 の四角を、これ注意点があります。下が空洞になってるんですけど、ここね埋めるのをおすすめします。なぜならちょっと水を流すので、水が下からビシャーってなんないようにぎっしり詰めておくのがおすすめですね。なんでちょっとブロック数増えますが、上から見ると下が7なんで、奥にも合計7マスにします。1234567で、これをね、また 7×7 のちょっと中ぎっしりバージョンでお送りします。チャキンと。で中も埋めてあげまして、ドカーンとできました。そしたらいつも通り壊してお水を設置しますが、中ぎっしりしないとここで水は下溢れちゃうんですよ。なんで必ずぎっしりさせてください。でドカーンとね耕してあげます。最大何層作れんのって話ですが、皆さん基本的に装置を作っていただく際は
演算距離4にしていただきたいんですよ。演算距離は設定のゲーム設定から見れるんですが、なんと通常プレイ中は設定が変更できません。一度セーブして終了してもらって、ワールドの編集、左下の詳細設定からこの演算距離を変えることができます。基本的な統合版の装置は演算距離4チャンクを想定しているので、皆さんこのタイミングで4に設定してみておいてください。戻ってまいりました。では、ここ全然浮かせておいてもいいんですが、ちょっと中ぎっしりバージョンでいきましょう。1マス出っ張る形でブロックを設置していきます。で、中ね、全然浮かせる形で OK ですけど、埋めてみてます。そうしたら逆サイドにも作りましょう。その上で、この段々を何層まで作っていいですかというご質問あると思うんですけど、今回は4層で作成します。で、演算距離4ですと、演算距離って何ですか？描画距離と違うんですか？ややこしいですよね。描画距離は、見えてる距離。はい。その通りですね。演算距離。急にちょっと数学っぽくなりましたけど、演算距離は装置や作物が育つ範囲。そう思ってもらって結構です。演算距離4チャンクなんで、例えばプレイヤーがこの位置立っていたら、64マス程度読み込まれるってことなんですね。だからあっちの方にうっすら天空トラップタワー見てますけど、多分ね、64マス以上なんで、敵湧いてません。そういう意味合いなんですよ。なので、4層ぐらいがいいかなと思います。5層作ってもOK かな。拠点で整備していて、奥の方が読み込まれないってことになってしまうんで、4層程度がおすすめです。で、真ん中壊してお水からの葉っぱ。耕す。では4層目も作っていきましょう。ここまで来たらもう皆さんプロでしょう。ぎっしり戦法で1段高くする。よいしょ。7マス置いたら奥にも合計7マス。ぎっしりちょっと土ブロック大量に使ってしまいますが、置き終わりました。よいしょ。耕し。で、真ん中も完成したら真ん中にも1段上げて伸ばしていきます。ちょっと届かないんで3マス置きぐらいにしようかな。で、1段高くしてこんな感じでは、こちら側もドカーンと完成しました。確認ポイントとしては、1層目は地面で OK で、だんだんに1段ずつ上がっていくというイメージです。よいしょ。お疲れ様です。この動画初心者さんも多く見ていただいてると思いますんで、丁寧にいきます。一度手前の畑、ここ壊しちゃいます。せっかく作ったのにね、申し訳ございません。ただね、規則正しくね、作っていただきたかったんで、あえてここで壊します。その上で真ん中1マスを破壊して、ここも破壊します。ちょっと破壊しすぎじゃないってことかもしれませんけれども、ご安心ください。まず破壊した手前のところにチェストを置きます。で、右左どっちでもいいんで、壊してラージチェストにしてあげます。はい、右左どっちでもいいです。今回右でいきます。で、反対側からホッパーをしゃがみながらチェストにつけます。その上でまたしゃがみながらホッパーに向かってしゃがみながらホッパーをつける。しゃがみながらホッパーをつける。これを繰り返していきます。これ注意しないといけないのが、初心者さん陥りがちな罠として、チェストにね、今しゃがみながらホッパーをつけました。そうすると見てください。L 字になってチェストに向かってくれてるんですよ。一方で地面につけてしまった場合、チェストの横に地面につけちゃうと、はい、ホッパーの向きが違いますよね。このちゃんとね、チェストに向かってしゃがみながらつけた場合、ホッパーの中にアイテムを入れると座れてチェストの中に入ります。一方で地面につけてしまった場合は、ホッパーの中にアイテム入れると動きません。ホッパーの輸送先がなくなっちゃって、アイテムが中で助けてくれと、そういう状態でございます。なので今回の装置、必ずしゃがみながらホッパーに向かってつけてください。最初はチェストに向かう。またサイドギリギリからしゃがみながらチェストにつける。はい、しっかり L 字になっていることをご確認ください。ここまでできたら、またしゃがみながらホッパーを連結させていきます。地面には置かないでください。よいしょ。上から見るとこんな感じ。で、こうなったら、まずね、この石の上にフェンスを設置。両サイドにもフェンスを置いて、このフェンスの横にゲートを2つ。フェンスゲートを2つですね。で、またフェンス。そしたら、ゲートをまた2つ置いて、最後はフェンス。この形を反対側にも作ります。ご安心ください。ゆっくりやっていきます。フェンスから、フェンスゲートを2つ置いて、1個フェンス。で、もう1回フェンスゲートを2つ置いて、1個フェンス。このような位置関係でございます。ここまで来たら大詰めでいきます。まず、畑の段差の横に壁を設置するんですよ。よいしょ。フェンスの横も繋いであげてください。
で、高さ2マスの壁にしていきます。こう横から見るとこんな感じですね。では、2段目もね、壁増設していきたいんですが、よいしょ。畑に対して2マスの壁が出来上がってることが望ましいです。なんで、まあ、普通にこのように浮かせてもいいですし、中までぎっしりしたい方はね、ぜひぎっしりさせてあげてください。畑から高さ2マスの壁が見えている。こうしてあげてください。で、続いて3段目になりました。そしたら、はい、また高さ増やしますね。段差になってるんで、壁も段差にしてあげる。ちょっと中までぎっしり戦法やりましょう。これをね、ラストまでやっていきます。はい、高さは2マス。片方ズドーンと2マスの壁を立てることができました。そうしたら、はい、もちろん逆サイもやらせていただきます。高さ2マスの壁ですね。畑から見て高さ2マスの壁。あ、このようにですね、間違えてしまったら、私ね、本当に間違えたんですけど、畑じゃなくなっちゃいます。そんな時は、クワでね、直してあげてください。あと、このように、作業中に畑の上ジャンプしてしまうと、よいしょ、壊れてしまいます。そんな時もまたね、クワでもう一回耕してあげれば OK です。それではね、ズドーンと繋いでいきます。フェンスの横も繋いであげて、反対側も2マスの壁を設置し終わりました。かなりいかつい装置になってきました。でですね、ここまでできたら、4段目の一番奥の方に、このように、浮かせる形でですね、ブロックを設置していきます。で、真ん中にも設置して、真ん中はね、ボコッとさせてあげてください。そしたら、右サイドもこのように奥に1マス伸ばしてあげる形。よいしょ。上から見るとこのような形になってます。そしたらここからメカニックな感じにしていきます。機械です。ディスペンサー。こちらですね。口が丸いディスペンサー。これ、ドロッパーと見分けつきません。なかなか。なんで、ディスペンサーを作ってください。口が丸い方です。このディスペンサーを今置いた畑の奥の方に7台設置します。はい。逆サイドのこの段差にもディスペンサーを7台設置していきます。ここが壊して、耕し直してあげてください。次に、このディスペンサーの中に、大変ですが、水入りバケツを1個ずつ入れていきます。はい。もう内側からね、1個ずつ入れてください。バケツがね、これ結構大量に使いますけれども、位置はどこでも OK です。ここでもいいし、ここでもいいし。一個一個置いてあげてください。バケツね、鉄3つで、作ることができて、海で水をね、大量に取ってほしいんですけれども、このように一個一個置いていく。ここがちょっと大変。さあ、ラスト入れ終わりました。そうしましたら、もうすぐです。この真ん中の、この石の上にレバーを設置します。で、レバーを設置したら、レッドストーンダストを置いて、はい。よく見てください。段差の1、2個目にレッドストーンリピーターを設置してください。やだね。はい。初心者の方、これも見たくないブロックランキング第1位でございます。リピーター。これを動画のように置いてください。奥にはダスト。今、このような形になりました。で、2段目に行くときに、ダストをね、置きながら歩いていくんですが、またしても奥から2個目にリピーター。やめてくれないと。でその上でリピーター1個カチッとすると動いちゃうんですよ。で、もし動いちゃった方は、一番奥、ね、この矢印がね、うっすら見えますけども、このマッチ棒みたいなやつをね、一番奥になってる、ことをね、ご確認ください。で、またしてもダストを敷いていって、奥から2個目にリピーター。マッチ棒みたいなやつが2本のやつですね。で、置いていくんですが、逆にこれだけですからね。で、また奥から2個目にリピーター。で、最後はダストを置きます。で、ここまでできましたら、しゃがみながら、この今置いたディスペンサーの上にも置いていきます。これ必ずしゃがみながら置いてください。で、真ん中戻りまして、逆サイドにも置いていく。よいしょ。いや、ここまでできたらマジでお疲れ様です。ただ注意点あるので最後までご覧ください。ここから、パンを増やしたい方は小麦の種をね、こうやって植えていってください。小麦の種、パン以外にも、例えば、じゃがいもであったりとか、こちら、人参も、増やすことができます。一方で、食料をね、結構欲しいよって方は結構、じゃがいもがおすすめだったりします。じゃがいもは、焼くとね、ベイクドポテトで回復効率が結構いいんですよ。お腹がすぐ満腹になるんでおすすめです。ただ、パンがね、結構アイアンゴーレムトラップを作る時とかに、結構効率良かったりするの
ので、今回は全部小麦で行かせていただきます。逆に左1列は小麦で右1列はじゃがいも、そういうねルールにしてみてもいいかもしれませんね。ドカーンと置いていきます。でさっきも言っちゃった通り、こうやって間違えてジャンプしちゃった場合はまたね耕し直してあげてください。ドカーンと気を得ることができました。作物がね育ちきるまでには結構時間がかかりますんで、この間に松明を持って湧き潰ししていきましょう。作物が育つには明るさが必要なので、このように明るくしてあげることで夜もね、効率が落ちることなく作物を育てることができます。あとはシンプルにゾンビとか怖いですしね。あと注意点としては、ぎっしり今回私埋めましたけど、中が空洞で作ってる方は中も必ずこのようにね湧き潰ししてあげてください。なんかゾンビまみれになっちゃいますんで。ではこの状態から一度早送りしてみます。うわー、来た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 。これはね早送りしてますんで通常の挙動ではないんですけれども、このように育っていきます。すごいねこれは。その上でどの段階でねこれ回収すればいいの、自動回収すればいいのっていうことなんですけれども、このように鮮やかな黄色になっていることをご確認ください。今育ちましたけれどもね、ドカーンと育ちましたら、皆さんはね普通にマイクラで建築してたりしたら勝手に育ってくれます。こうなったらいきますよ。下の今置いたレバーをカチッとすると信号が送られて、おお、来た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 。さあ作物がどんどん流れていってホッパーのところに到着します。どんどん吸われていきます。おお、その上で今ね何が起きているかというと、ホッパーの中にジュン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 って溜まっていって、どんどんチェストの中に流れ込んできます。今順序的に小麦の種がたくさん入ってますが、待ってみましょう。でその上で真ん中の装置の部分だけたまーにこういうちょっとねヤンキーがね生まれちゃいます。ヤンキーが真ん中でたむろしちゃってるって話になっちゃいます。あとたまーにこのね反動が強すぎて奥の方で 1,2 個無駄になってしまうんですが、ここはね許容範囲でございます。で今ねチェストにガンガン溜まっていってくれてるんですけども、待って、小麦の種最初に溜まりすぎで水がバッシャーンってなってる状態なんで、レバーをね一度オフにすると信号が戻って、ただまだ水は回収されません。もう一度下げてあげてください。そうすると水がね勝手に回収されていくという、そういう機構でございます。これマジで便利じゃない？でまたね、先ほど同様にまた信号を元に戻してあげて、ここで1サイクル完了でございます。種がむっちゃ手に入るね。でも小麦も手に入るわけなんですけども、でじゃあ第2サイクル行くぜってなったらね、またねお好みのパンとかね、お好みの小麦とか人参とかを植えてあげてください。作れた方ぜひグッドボタン。作った後動かないなどのトラブルが起きた場合はぜひ説明欄見ていただいた上でコメントください。最新の仕様を全てお調べしてお返事いたします。きよきよチャンネル、視聴者さんにお役立ちするチャンネルを目指して100万人登録目指します。ぜひこちらの顔のボタンからチャンネル登録していただけると本当に嬉しいです。そして他にも装置作りたい方こちらをご覧ください。ということでご視聴ありがとうございました。